こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。さあ今日のテーマはですね、10月22日海王星が最後のお別れとして魚座に戻りますよというお話です。これ多くの方にとって本当にこれが最後ということなので、今回も先生術の視点から、さらに宇宙からスピリチュアルというテーマで直接のメッセージを受け取りましたので、ぜひそれを皆さんにお伝えしたいと思いますので、最後までぜひぜひご覧くださいませ。さて、先日ですね、別の動画で冥王星が水亀座での逆行を終えて、もうヤギ座で戻ることがないサイクルにいよいよ突入したということによって、2044年まで続く風の時代、冥王星水亀座時代の現実化が一気に加速していくというお話をしました。そしてその時に宇宙から受け取った12星座別のメッセージをお渡ししました。これは私がとにかくみんなに伝えろということで宇宙から受け取ったものなんですが、多くの反響をいただきましてありがとうございます。ぜひ宇宙からのメッセージと思って実行してみてください。そして今回は10月の22日、逆行中の海王星が最後の別れをするために魚座に戻ります。海王星の公定周期っていうのはだいたい165年ですから、私たちが生きているうちに魚座に戻るということは多分もうないでしょう。そして海王星にとってなぜこれが大事かというと、魚座はホームタウン、つまり実家なんです。なので最後のお別れに実家に戻る期間が今回というわけです。で、来年の1月27日にお羊座に戻ってくるまで、最後のひとときを実家でね、過ごすわけです。冥王星の役割とその意味については以前の動画でお話ししましたが、今回はこの海王星の動き、この海王星の移動は何を意味するのでしょうか。それは一言で言うと、つまりスピリチュアリティです。海王星はスピリチュアルな世界。冥王星とか天王星は現実的な出来事とか社会構造を立て直すという役割を持っているのに対して、海王星の担当は見えない世界です。ここから3ヶ月ちょっとの間、スピリチュアリティにスポットが当たります。そしてそれはまさに私とか、そしてきっとここに、この動画にたどり着いているということは、皆さんにとっても人生において最も大切にしているテーマではないかと思います。で、ここで海王星の動きを整理してみますと、今年3月30日にお羊座を、移動して7月の25日からお羊座に移動しましたね。この時にも動画を上げてますが、そして7月の25日から逆行して、で、今回10月の22日に魚座に戻ります。ですから3月の30日の時点ではまだ一旦お羊座に入り、海王星の新しい時代が始まりましたけれども、まだ本格的には始まってないわけです。で、今回はこの後12月の10日に魚座で逆行を終了して、来年の1月の27日にお羊座に戻る。で、その後は2039年の3月23日までお羊座にステイします。もう太陽系で一番ゆっくり動くのは皆さんご存知の冥王星ですけれども、それが最後の調整を終えます。そして2番目に遅い海王星が自身の担当するスピリチュアル、目に見えないエネルギーの領域である魚座で最後の劇的な改革を見せようとしているわけです。海王星にとってその神秘的な波動を十分存分に引き出せる場所、それが魚座です。ホームである魚座。そこに実はこの14年間滞在してきたということでもありますね。で、皆さんはどうでしょう。この14年の間にスピリチュアリティにより深く目覚めていったという人は多かったのではないかと思います。私は20年、こうしたお仕事をさせていただいておりますけれども、でもやっぱりこの14年間の私の中での変化っていうのはすごく大きかったですね。見える世界だけじゃなくて、精神的な豊かさとか目覚めっていうものを意識して生きようとする人たち、こういう人たちが、日本でもオーストラリアでもたくさん誕生していた時代がこの14年間なんです。そしてこの海王星はその役目を終えて、お羊座という新しい場所で、新しい始まりの場所で、スピリチュアリティとリアリティ、
この2つの統合のスピリアルへのお役目へと移行していくというところなんですね。ですが、その前に逆行するということは、もう一度魚座に戻らなきゃいけないということは、実家でやり残したことがある、実家から取ってこなきゃいけなかったものがあるのかもしれませんが、それはですね、ここはメッセージとして受け取った部分なんですけれども、もうすでにここにいる皆さんのように、何かこういうことが大切だと思って星の動きをチェックしている人とか、目覚めている人とか、スピリチュアルとリアリティのバランスっていうものを取り戻している人もいっぱいいます。ですが、この改革に必要な人の中でも、まだ完全にそこに入ってきていない、躊躇している人もいるみたいなんです。海王星が今回逆行して魚座に戻るのは、最後にもう一度スピリチュアルの家に戻って、あなたも私たちの同志でしょ？あなたも一緒に次のステージに進んでいきませんか？どうしてそこにいるの？こっちにおいでよ。そんな風に呼びかける、そういう期間になるんじゃないかと思います。特に私自身は自分のこのガイアハウスというね、場所もスピリアルアカデミーガイアハウスとして11年前にオープンしています。このスピリアルっていうのをものすごく大切にしている言葉です。宇宙から風の時代に必要なメソッドとして次々と私がこう受け取っては日本でも、R してマークを取って登録商標をさせていただいているメソッドがいくつかあるんですけど、すべてスピリアルなメソッドです。で、この特にこちらにあるセプタグラムソウルジャーニーコーチング、これは7方向からすべて見ていくことで、夢を実現していくという簡単に言うとメソッドなんですが、実はここは私が大学で学んできた心理学とその後学んだ脳科学、そして今やってるスピリチュアリティ、これはどれも大事なのは一つじゃなくて、すべてを同時に取り込んで、取り入れることでのみ循環していくエネルギー、そういうところに導いていくというもので、まさにスピリアルなメソッドなんですね。ですから、海王星が魚座に出戻る意味も、もう心からよくわかるんです。まだいるんです。皆さんの中にも、もっとこのスピリアルな世界を担っていく人が。あなたも、あなたも。自分のお役目を確信してくださいという感じなんです。で、多くの人が、私なんかがという自己否定、そういうものを持ってる。あるいは私はそんな器じゃないしっていうなんか自己欺瞞、自分を騙そうとする。自己否定とか自己欺瞞をやめて、ぜひスピリアルな世界への役目に一歩踏み出していただけたらなと思います。まだ踏み出していない人は。ここにたどり着いている方は、間違いなく怪しいスピリチュアルやまやかしのものではなく、かといって現実のことだけを見ていくということでもなく、スピリチュアリティとリアリティのこの循環の中に生まれる目に見えないものにも気づいて生きることによって現実的にもっと豊かで幸せになるという、これですね、海王星が本当に言いたいのは。多分その中の一人なんです。その役目を担う一人なんです。で、そういう人たちをもう一度今取りこぼしのないように最後の目覚めを起こしている。これが海王星が逆行している魚座にいる間に起こるということです。で、ちなみに天体は逆行するというのは見た目上の錯覚です。だから何も後退しているわけではないんですね。何回もお話ししてますけど、地球から見た時の角度からの延長線上に見える背景がこのゾディアック、ね、12星座のゾディアックを逆行しているように見えるだけです。いつもお話ししてますけど、これが海王星だとして動きませんが、ほぼ。これが地球だとしてね、ここの部分が地球だとしましょうよ、ここの点。地球がここにあるときにこう見ると延長線上にヤギ座ですね。でも、海王星はほぼ動かないけど、地球がこう動くと今度は水亀座みたいにしてこうやって変わっていくんですが、ここの太陽の位置よりも地球がこっち側に来た時にはここから見て、例えばね、ここがここのさそり座から見てヤギ座だったけれども、地球が今度いて座に来てヤギ座に来て、こうやって水亀座に来るとこういう角度で延長線上が見えますから、いて座みたいにこう移っていくわけ。こういう動きをしたときに、
ね、逆行ということなんですね。ですから、太陽とこれで見た通り、地球から見ると太陽っていうのがアウトプットで、太陽という外に打ち出す方向と逆の方向に冥王星、海王星、天王星などがあるときにこの3つの天体は逆行しているように見えるということなんです。つまり、だから内側をもう一度見つめてみようよということなんですね。で、今回のこの内省は、新しいスピリチュアリティをコミットする、もう約束する、自分の使命として受け入れていくということの再出発のための再検証です。本当は自分のやりたいことがそこにあることに気がついているんではないですかという問いかけです。で、特に海王星という深遠な天体が魚座っていう最もスピリチュアルな場所に戻ると、一番魂の内側の一番深いところにあるあなたのソウルの自身のやりたいことを求めているものへの解放というものを促していきます。人間とか今世とかいうレベルを超えて、あなたの魂が何のためにこの地球に生まれてきたのか、何を学びに、何を使命としてきたのか、ぜひこの期間、思い出す期間ですので、注意して心の声を聞いてみてください。この14年間のモヤモヤした気持ちっていうものは手放していく時になりました。魂の求める方向に進む自分を解放してください。ですから、ここで皆さんに受け取ったメッセージはそのまんませっかくなのでお伝えをしようと思います。で、実はいつも言っているように、このマカバ、4センチ四方のマカバ水晶が一番ソウルの内側に近づく形ですので、持ってる方は握ればいいんですが、持っていない方はこれをお見せしますんで、それとともにこれでめっちゃでかいでしょ、これ。ファイヤークォーツです。うちはクリスタルショップですから、またこのすごい大きなものが入荷してきました。皆さんにエネルギーを届けるために、この2つをお見せしながら、このメッセージ、私を見るよりもこれを見た方がいいと思うので、魂の内側に近づくつもりで、宇宙からのメッセージを代わってお届けいたします。宇宙からのメッセージです。引っ越し前の1週間のような期間だと思ってください。まだ慣れ親しんだ家に住んでいます。でも、もうこれ以上ここに住むことはできません。それを分かっている状態。そう思ってください。新しい家はもっと軽やかです。なので、今いる家にある荷物を全部持っていくことはできません。あなたは何を今回手放していきますか？最後の整理、総仕上げをしてください。この時に、このマカバ水晶を思い出して、あるいは今これを見ながら、あなたのソウルに聞いてみてください。仕分けしてほしいんです。これを持っていきますか？もう必要ありませんか？この人間関係はどうですか？あなたのソウルの鼓動が高まるものですか？ワクワクさせるものですか？じゃあこれは続けましょう。ここはもういいでしょう。そういうプロセスの中で過去の後悔や自責の念が湧いてくるかもしれませんし、他の人へのネガティブな思いも思い出したり浮上してくるかもしれません。ですが、そこに引っ張られないように注意をしてください。魚座からお羊座へ移行する準備です。この境目はただのサイン移動ではなく、新しい人生の境界です。いかなるネガティブな思いもここで手放していく必要があります。なぜなら、この境界をまたいで引き継いでしまったものは、ここからずっとあなたの人生に影響を与え続けることが決まっているからです。恐れ、憎しみ、嫉妬、怒り、不安を持っていくならば、それらの感情を呼び起こす出来事と今後も対峙することになります。ですから、できる限りネガティブな感情を手放して置いていってください。これは引っ越しの時にしかできない大掃除です。ということで、こうしたお話はとてもスピリチュアルで信じる人とそうでない人がいるかもしれません。ですが、どう話したら信じていただけるか分かりませんが、私自身はこうした影響を信じて行動し始めてから人生が喜びと豊かさに包まれ始めました。頑固にアカデミックだけの世界に行った時、何でも見えるものでしか証明できなかった時、こうしたことをなんか怪しい、脆いものと思って信じていない時がありました。
でも一回やってみようと思って行動を 100% 振り切った時から本当にうまくいき始めました。ですから皆さんもスピリチュアリティが決してまやかしではないことに気づいてください。もちろん似ているけれども異なるものも存在します。大金を貢いだり騙されるっていうことはないようにしていただきたいと思います。ですが、これも魚座から海王星が出る理由の一つです。スピリチュアリティ、出戻る理由の一つです。そのスピリチュアリティのように見えて真逆のエネルギー、スピリチュアリティのその誤解というものを解きたいと思ってるんです。それをするためにもう一回戻っているという理由もあります。だからただ怪しくて人を騙す見えない世界はこれから先はそれはスピリチュアルではないよとしっかりと淘汰されていくということも起こると思います。本物はそしてより人に受け入れられていく、もっともっとこういう情報や世界、サービス、そういったものがですね、世の中に必要になっていく時代ではないかと思いますから、この区別はね、はっきりつけておいてください。さあ、それではさらに宇宙からメッセージを受け取るならば、もうこのセプタグラムのカードがベストです。本当に私はこのカードのメッセージにたくさん助けられて、その通りに計画を変更して、いいことがあり、ラッキーがありの連続で今ここまで来ております。今日今これを見ている皆さんへのメッセージは、なんと11観音開きの扉が、この図柄も全部私宇宙から受け取って65枚のカードをね、作っているのがこのメソッド。このカード、本当に本質をついてきますし、あなたが進む方向、より幸せに進む方向、必ずメッセージとしてくれます。11は間違いなく新しい扉を開く時です。すでにあなたが一番大好きなものに対して観音開きの扉を開けている人は、もう大丈夫ですが、この意味は観音開きだから、ちょっとこうじゃなくて、もっと大きく開けていいよという意味です。あなたの大好きな目に見えない世界、そういった世界の中にあるエネルギー、これを信じてもう一度再誕生してみてください。ということで、素敵な一日をの前に、そうですね、他の動画も上げております。ぜひチャンネル登録まだの方はチャンネル登録お願いします。こんな動画上げてほしいみたいなリクエストも受け付けておりますので、コメントに書いていただくと嬉しいです。動画ではなくて、先生術のいろんなテキストや記事は下にもあるノートに記事として出しておりますし、インスタグラムでも短いリールで毎日星読みについていろいろと上げておりますので、ぜひご覧ください。ということで、素敵な一日。